今回はガンダムシードディスティニーに登場するルナマリア・ホークの水着フィギュアを見本に、フィギュア作りで超大事な人体の構造やプロポーションについて学んでいこうと思います。8頭身フィギュアへの挑戦は今回が初めて、しかもフィギュア作り自体はまだ2回目なので、うまくいくか正直ドキドキしています。でもこのチャレンジがどうなるか一緒に楽しんで見守ってもらえたら嬉しいです。どんな仕上がりになるのかぜひ楽しみにしていてくださいね。今夜もレッツトライ。皆さんこんにちは、こんばんは。プレイヤースキル微妙の進行のこうです。今回も最初に取り掛かるのはルナマリアのフィギュア制作で最も重要な顔から彼女の鮮やかな表情を再現するため、まずは輪郭を整え、素材を均一に調整。ルナマリアらしい柔らかさとシャープさを引き出すのは難しいですが、骨格を意識しながら丁寧に作り込むことで彼女の魅力を最大限に引き出していきたいと思います。特に唇の形を慎重に整えながら表情にリアルさを加えていき、顔の形が決まったら形を崩さないよう細心の注意を払いながら土台から剥がして焼き固めます。前回は顔を作った後髪の毛に進みましたが、ルナマリアの後ろ髪が首に沿っているので先にボディから作っていこうと思います。まずは後頭部からしっかり形作って、その後ボディに取り掛かります。ボディ作りの最初のステップはアルミのワイヤーを使って骨組みを作ること。正直言ってこの方法は初めて挑戦するんですが、ワイヤーを使うことでフィギュア全体の強度がしっかりしてポーズを取らせやすくなるんだそうです。背骨に当たる部分を作り、大まかに骨格のバランスを整えます。これで骨組みが完成です。その後少しずつ骨組みに粘土を盛り付け、大まかな形を作ります。次にキャラクターのプロポーションに合わせて徐々に調整していきます。この再肩甲骨や脂肪、筋肉のつき方を意識しながら粘土を盛り付けることでよりリアルな立体感を目指します。最後に腕や足のラインを整え、ディティールを加えていく予定です。特にルナマリアらしい魅力を表現するために全体のイメージをしっかり思い描きながら丁寧に作り込むことを意識しています。そして髪の毛を作る前に首とボディをしっかり合わせます。ここで全体のバランスを確認し、髪の位置やボリュームを整えやすくします。ボディと首がぴったり合うことで最終的な完成形がより明確にイメージできます。耳を作った後、前髪を浮かせる準備に入ります。まずは額にメンタムを薄く塗り、前髪を作るための土台を整えます。そしていよいよフィギュアの命ともいえる髪の毛の作成です。キャラクターの印象を大きく左右するこの部分、絶対に妥協はできませんが、果たして僕の腕でどこまで表現できるのか、期待と不安が入り混じりますが、丁寧に作り込んでいきます。ルナマリアらしい髪の流れやボリュームを再現するために一束一束形を整えていきます。一束作っては焼き、また一束作っては焼きの繰り返しです。特に難しいのは彼女の特徴的なふわっとしたボリュームとカール、風になびくような柔らかさや髪の先がほんのり跳ねる感じを再現するには繊細な作業が求められます。今回はカール部分をしっかり仕上げるために固めのスカルピー、ファームを使用。数種類のスパチュラを使い分けて髪の束感や繊細なカールを作っています。最初は太くしか作れなかった髪の束が少しずつ繊細に作れるようになっていく瞬間は上達を実感できて楽しいですね。髪は作業に時間がかかる部分ですが、形になっていくとルナマリアらしい特徴が見えてきて達成感があります。皆さんはフィギュアの髪を作るときどんな道具を使ったり工夫をしたりしていますか？制作を進める中で皆さんのアドバイスやアイデアがすごく参考になります。カールを作る時のコツや使いやすいスパチュラがあればぜひコメント欄で教えてくださいね。今回はここまで。次回は腕や手足の細かいパーツに挑戦します。難しい部分ではありますがじっくり作り込んでいきたいと思います。ここまでの進捗はいかがでしょうか。2回目のフィギュア制作チャレンジということを鑑みるとまだまだなところもたくさんありますが、見本になかなか近づけていると思っています。この続きも作っていきますので、次回もどんな仕上がりになるか楽しみにしていてくださいね。チャンネル登録や高評価での応援、すごく励みになります。
完成までには時間がかかりますが、焦らず慎重に進めていきます。その分できるだけこだわりを詰め込んだ作品をお見せしたいと思いますので、ぜひ最後まで見守っていただけたら嬉しいです。応援やアドバイスもお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。